はい、どうも、アニマル兄貴です。このチャンネルではですね、動物の面白い生態だったりを紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。では早速、今日の動物は、はい、怠け者です。怠け者って聞いたらみんな、怠け者みたいになりたいな、みたいなことを考える人多いかなと思うんですけど、すごく面白い動物なので、ぜひこの後見ていってください。で、この動画見た後には、怠け者は怠けてなんかいない。何でも極めると、その先にいろいろ点々点みたいな、そういったところを紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。怠け者の生態、怠け者どんな動物かっていうところなんですけど、怠け者はですね、大きく2種類いまして、爪が2本の二指怠け者と3本の三つ指怠け者っていう2種類がいます。分類でいくとですね、哺乳類の有毛目っていう、毛がある目って書くんですけど、それの中の三つ指怠け者属三つ指怠け者科っていうところになっています。で、この仲間、有毛目とかだとアリクイだったりとかがいます。で、この有毛目は実はアメリカ大陸だけにしかいないというふうに言われているので、南アメリカと中央アメリカの熱帯雨林に生息していて、一生涯ずっと木の上にぶら下がって生活をしているようなものになってます。なので例えば食べ物を食べたりですとか、おしっこしたりうんちしたりとか、あとは出産だったり交尾とか、そういうのも全部木の上でやっちゃうっていう、本当にずっと木の上にいるんですよ。で、日中とかはこの頭を股の間とかにグッと入れて、もう木と一体化するような感じですね。なので、もう敵に見つかったら抵抗するっていうよりは、もう見つかったらおしまい、ごめんなさいっていう感じで、とにかく見つからないことに特化して生きてるような生き物になってます。で、実は天敵が、猫科のジャガーとかピューマとか、鳥とかだと猛禽類のワシとかになってます。今日紹介する生態は3つ。1つ目が極めたのは節約でした。で、2つ目がトイレに行くのが死ぬ原因。で、3つ目がガがお友達です。3つの面白い特徴について紹介していきます。では1つ目のエコの極みっていうところですね。で、これ何をエコしているかというと、2つですね。食べる量とそれの消費の仕方っていう、この2つをとにかく低く下げることを頑張っているというところです。で、食べる量に関してなんですけど、1日に葉っぱを数枚ほどしか食べません。で、グラムでいくと8グラムぐらいで、これ例えば似たような生き物にコアラとかいるじゃないですか。で、コアラって実は 500g ぐらい葉っぱを1日で食べるので、圧倒的な差があるんですよね。で、その2個目の消費、どんだけエネルギーを抑えるかっていうところなんですけど、怠け者はですね、変温動物っていうふうにも言われていて、周りの外の気温と自分の気温っていうところを合わせて変えたりするような動物だったりします。で、これなぜやるかというと、自分の体温が例えば寒くなった時に暖かくなるっていう風にすると、そこのために体の熱を上げたりと、外の気温によらず一定の気温を保つとエネルギーをずっと消費するわけですよね。ただ、外の気温に合わせるっていう風になると、そういう代謝のエネルギーとかを抑えられるので、変温動物っていう感じになってます。で、あとはもう無駄な動きをしないっていうところですね。もうひたすらに一切動かないですね。で、もし天敵に襲われたとしても、何か抵抗したりとかすると、その抵抗することで死んでしまうこともあるので、もう見つかったら、もう僕死にますみたいな感じで、もう死を受け入れちゃうっていうですね、悲しい部分もあったりします。なので実は殺されそうになると、もう抵抗をやめて力をふんと抜いちゃうみたいなことも言われているので、ちょっと残酷な生き方ではあるんですけど、怠け者なりの戦略ではあるということです。トイレも我慢してます。なのでトイレを2日に1回とか3日に1回するわけじゃなくて、1週間に1回だけトイレに行きます。なのでおしっこだったりとかうんことかも全部体の中に溜めていると。で、2つ目の生態がトイレに行くのが死の原因っていう、何やら物騒な、生態になってるんですけども、1つ目が先ほどちょっとご紹介したんですが、週に1回だけトイレに行くっていう、トイレに行くのが死ぬのかっていうところなんですけど、実はこれトイレの仕方が面白くてですね、もう上からボトボトおしっことかうんことか落とせばいいんですけど、やっぱりそうしてしまうと自分のいる位置がバレてしまう。でもってもう見つかっちゃったら終わりなので、自分の位置がバレるっていうのが一番危険なんですよ。なので、木からのそのそと
一生懸命エネルギーを使って降りていって、木の根元のところにわざわざ穴を掘ってそこにうんちをして、その上に落ち葉をかぶせるみたいな、結構こう紳士的なトイレの仕方をすると。でもちろん陸に一回行ってしまうので、そこでジャガーとかピューマとかそういう天敵に出くわすと死ぬみたいな感じなんですよ。ただ死の大半がトイレに行ってる時に出くわしてしまってみたいなことがあるので、化け物実はヒヤヒヤしながら降りてるかもしれない。3つ目の生態がですね、蛾がお友達っていうところで、どういうことかって思うんですけど、実は怠け者の体っていうのは大量の蛾が住んでるんですよ。蛾が住んでるように見えないんですけど、結構毛の中にですね行くとメイガっていう蛾がいっぱい住んでおりまして、かなりいろんな蛾が中に住んでるっていうところは言われています。共生関係っていう生態的なその用語がありまして、蛾と怠け者っていうのは一緒にこう助け合いながら生きてるってことが言われています。で、助け合いなのでお互い何かこうメリットを上げているっていうところなんですけど、蛾がなんで一緒にいてメリットがあるかというと、怠け者がですね、実はその先ほどうんちをこう木の根元にするっていう話したと思うんですけど、そのうんちの中に蛾たちが自分の卵を産みつけるんですよ。で、そこで孵化した蛾の幼虫たちがそのうんちを食べて大きくなって、また怠け者の体に戻っていくと。なので蛾にとっては自分の子供たちの住処であるうんちですねと、あとはその餌っていうのを提供してもらってるっていういいことがあると。怠け者って蛾に住んでもらったら利用されてるだけなんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけども、実は怠け者側にもメリットがあるって言われていて、怠け者のまたこれ面白いところなんですけど、徹底的にエネルギーを節約するために自分の体に苔が生えてるんですよ。で、その苔をこうやってパクって食べて生きていたりするんですよね。なのでここに葉をこう取るっていうところすら節約しちゃって、自分の苔をこういうふうに食べるというところです。で、この苔の肥料の運搬役に蛾がなるっていうところですね。なので蛾たちが例えば、怠け者がしたうんちだったりとか、いろんなところを飛び回った時に窒素とか苔の養分になるものを体に付着した状態で怠け者の体に入ってくると。で、その苔たちにその養分がペタッとついて苔が成長してくれる。で、その苔を怠け者が食べる。で、怠け者はそれで、ハッピーだねみたいな感じなんですよ。ではこれまで3つの面白い生態をいろいろ紹介してきたんですけど、ここでちょっとまた考えてみようかなと思います。で、先ほどその共生関係っていう別々な生き物がこう助け合って生きているっていう環境を紹介したと思うんですけども、これって実は他の生き物とかにも結構あったりして、例えばディズニーでおなじみにもですね、カクレクマノミとイソギンチャクっていうところも共生関係にあるみたいなことが言われてます。で、この共生関係は2人にメリットがなくてもいいっていうにはなっているので、片側だけがメリットあるけどもう片側はないんだよねみたいなことだったりとか、怠け者が生存のプロなんだよみたいなことをしてましたけども、それどういうことかというと、怠け者は何をこう極めたのかっていうところなんですよ。怠け者っていうのは徹底的に消費するエネルギーを抑えて、入れるエネルギーを抑えると。なのでエコっていうところを徹底的に追求した生き物が怠け者だったりします。いろんな生き物が実はこれまで絶滅しているわけですよ。その中で怠け者だけがこうちゃんと生き残ってきたっていうのは、そういうどの生き物にも見られないような自分の強みだったりとか、そういうところを極めていったからこそああいう生き残り方をしていると。で、これって経営とかそういう部分にも近しいかなと思っていて、会社が生き残りをかけていく中で自分たちはどういう戦略で生き残っていくんだっていうのを考えるときに、他の会社がしないような特殊な戦略をした会社が例えば生き残っているだったりとか、そういうのって結構あると思っていて、そういう参考にやっぱり動物の生き方とかってなるよなっていうところが動物見てても面白い部分です。なので、私たち人間も、いろんな特徴だったりとかっていうのを、奇想天外な発想でですね極めていくっていうところもまた一つ面白さなんじゃないかなとか、怠け者を見てあまり怠けることなくしっかり考えたっていうところになっていました。ではですね、今日は怠け者の生態をご紹介したんですけども、また次回面白い生態をご紹介しようと思いますのでよろしくお願いします。では、人と動物を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。